にちは、マーさんです。今回は引き続き Intel Core i9-10900T の、テストを行っていきたいと思います。前回までは Lenovo の、P340 という、ちっちゃい PC でテストをしていたんですが、今回は新しいマザーボード、ASRock の、ミニ ITX サイズの、マザーボードを使ってテストをしていきたいと思います。Z490 のチップセット搭載されたマザーボードです。ミニ ITX サイズっていうのなかなかちっちゃくって、私大好きなんですけれども、メモリが2本しか刺さないのがちょっとたまに傷っていうのと、PCI スロットが1本しかないのが、悲しいんですが、ちっちゃいので大好きです。こんな感じですね。マザーボードのサイズが小さいだけにヒートシンクがやたらとでかく見えてしまうのがミニ ITX のマザーボードの特徴だなっていうふうにいつも思います。裏側は、こうなってますね。早速、PC のパーツをつけていきたいと思います。まずは CPU の取り付けです。いつもこれはドキドキするんですけど、そんなピンが折れるっていうことは実はないのかなっていうふうに思います。私今まで作業してて折れたこと一回もないですが、こうやって油断してるといつか折れるのかもしれないですね。なんだかんだ言いながらCPU 乗せるときはこうビビりながらちょっと手震えながらそっと乗せてるという感じです。はい、うまくはまりました。次は SSD を取り付けていきます。今回は SATA ではなくて M.2 の SSD を取り付けます。ヒートシンクのネジを外してこの中に M.2 2本刺さるようになってます。なので今回はここに1本刺そうと思っています。取れました。でサーマルパッドがちゃんとついてますね。2枚分。で、これが、M.2 の、挿すスロットですね。2つ並んでます。ものによってはミニ ITX のケースの、M.2 のスロットって1本だけのこともあるので、2本あるとなかなか嬉しいなと思います。で今回使うのは、サムスンの、960 Pro という、SSD です。ペロッと剥がして取り付けます。今回は、NZXT の H1 というケースに取り付けていきます。これ、ちっちゃいケースで、水冷のキットと、電源もついた、セットになっている。ちょっとお高いんですけど、なかなか素敵なケースです。で、OS をインストールしまして、シネベンチを走らせていきます。でちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、CPU のパッケージの、消費電力ですね、ここのグラフを、見ていますと、開始直後は 120W ぐらいまでこうバーンと上がるんですけれども、すぐに、電力が、落ちてしまいます。でそれに伴って、動くスピードも遅くなるということで、点数としては3082ポイントでした。でこれって、レノボの
シンクステーション P340 と比べて、数値はちょっと低くなっています。向こうが3800ぐらいでしたかね。なので、800ポイントぐらい下がっているという感じです。正直なところ、マザーボードを変えると、もしかしたらこれ点数上がるかもしれないなと思ってテストしたんですが、まさか下がっているというところで、ちょっと、プチ検証みたいなことをしてみたいと思います。で、これが HWINFO を使って、CPU のパッケージの消費電力のログを取りました。で、それをグラフ化したものですね。で、これを見て分かる通り、シネベンチ R20 を回して、だいたい10秒経過して、最高値 101W 程度までいくんですが、その後、もう10秒経ったら、TDP35W の値近くと 35W ぐらいまで、下がってそれをキープしているという状態でした。これがレノボの、シンクステーション P340 だと、この10秒の間隔がもっと長くて30秒弱ぐらいあった気がするんですよね。で、これはインテルの、プロセッサーのデータシートから引っ張ってきたんですけれども、俗に言うこの PL1、PL2 と書いてあるところに、今回の事象は関係しているのかなというふうに思います。時間軸が右に行くに従って、最初一瞬だけこう PL2 というラインまで、消費電力がドーンと上がって、その後、時間を経て、PL1 という消費電力の部分まで、下がる、一瞬だけちょっとパワーアップするみたいな感じの動きをするのがインテルの最近のプロセッサーということみたいです。で、実際に 1090T の、データシートの部分なんですが、この表の一番下ですね、10コアの TDP35W の、もので、PL1 TAU って書いてあるところに、リコメンデッドバリュー推奨値28って書いてあります。で、これは何を意味しているかというと、28秒間パワーアップの時間が持続するのが推奨設定だっていう風に、読めます。これが28って書いてあるんですけど、さっきのマザーボードだと、10秒程度しか持続しなかったので、この推奨設定になってないんじゃないかなという風に思います。逆に、レノボのシンクステーション P340 に関して言うと、ほぼこの通りの動きをしていたのかなという風に思います。これ何とかして28秒以上こう設定できるようにできないんですかねと思って、さらに深追いしてみました。ということで、これがアスロックのマザーボードの BIOS の画面ですけれども、CPU 設定の中に先ほど話しました PL1TAU の持続時間ですね、これを変える箇所はないかなっていうふうに思って見てたんですけれども、1090T を装着すると何なんですかね、これが直接設定できる画面は私はちょっと見つけられなかったです。なので、インテルスピードステップテクノロジー、それからターボブーストテクノロジー、こういったパラメーターをいじることで、先ほどの PL1TAU の値が変化するかどうかっていうのを検証してみたいなというふうに思いました。我ながらだんだん深みにはまってきた気がします。で、検証中の動画をお見せしてももうしょうがないので、結論なんですけれども、スピードステップテクノロジー、それからターボブースト、スピードシフト、ターボブーストマックス3、などの、パラメーターをいじって、
それからシネベンチのスコアをそれぞれのパターンごとに出したものがこの表になります。で、結論としてはですね、すべてのパラメータをオンにしたときが一番点数が良くて、その時が3096ポイントでした。で、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、ターボブーストのところが、ノーってなっているところは、1.9GHz の、固定のクロックでずっと回っていまして、この時だけ、2000ポイント台ですね。だいぶ点数が低くなっています。ただ、私が一番確かめたかったですね、PL1 の持続時間が変化するかっていうところに関しては、残念ながら全てのパターンで変化することはなく、だいたい10秒弱程度で、消費電力がドーンと下がってクロックも下がるという状況でした。これはマザーボードによるんですかね、どうなんですかね。なんかちょっともうわからなくなってきました。最後にですね、インテルのツールでインテルエクストリームチューニングユーティリティという、ツールがあります。これを入れると、いろんなパラメーターが、BIOS じゃなくて、このアプリケーション上からいじれるようになっているみたいなんですけれども、残念ながらこのツールを使っても、この PL1 の持続時間の設定みたいなものが、を変更することができなかったんですね。ターボブーストパワータイムウィンドウっていうところが、おそらくそれに当たると思うんですけれども、この表示上28秒ってなってるんですが、これどうやっても28秒持続しない気がします。ちなみにですね、レノボのシンクステーション P340 で、同じようにインテルエクストリームチューニングユーティリティを起動すると、ここのタイムウィンドウの値が、実は設定できるようになっていました。なので、もしかするとマザーボードの仕様によって、ここパワーウィンドウの時間が変更できるかどうかっていうのは、決まってくるのかなっていうところが、今日の結論です。ということで、レノボの、シンクステーション P340 より、値が良くなるかなっていうふうに思った検証だったんですが、実際は、値が低くなってしまいましたという結論です。他のマザーボードだとどうなるかっていうところが、また興味として出てきました。また機会があれば、この検証をしてみたいというふうに思います。皆さんご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。